普段マツダ車に乗る機会の少ない自分たち、そんな自分たちがマツダ車に乗ったらどう感じるのか、乗った瞬間からの思う点を率直に述べています。ということで、今マツダの CX5 に乗っています。自分今リアシートから離してまして、まだねハンドル全然触れてないです。で、久しぶりにマツダ車乗ったらどう感じるかといったところなんですけれども、まずね、自分たち1年ぶりです。1年前にマツダ3とアクセラ乗りまして、で3日前にマイナー前の CX5 に乗りました。で、今日マイナー5の CX5 に乗ってるといった感じです。で、リアシートにいるんで、まずねリアシート全然普通に快適です。マツダ車ですから、もうちょっとねこうゴツゴツ硬い高速寄りのサスペンション乗り味なんかもね、覚悟していたんですけれども、全然そんなことなくてね、むしろ揺すられない。これすごいかなと。で、マイナー前のモデルは結構揺すられ感と突き上げ感があって、なおかつ路面によってねビリビリした感じも結構伝わってきていました。それからしてみてもね、かなり快適な空間です。ちょっとね自分興奮しちゃってるぐらいこうね、予想以上にびっくりしちゃっています。サスペンションの動き方としてはそんなにね前期型ほどは動かないです。ただそれでも左右のサスペンションがねバラバラに動いてるっていった感じがねちょっと伝わってきて、この辺好印象です。で、好印象な反面、ドライバーのね細かいハンドル操作、今ちょこちょこって動かしてますけれども、こういった時に少しね揺すられる感覚がありまして、これがそうですね、運転手によって快適性が左右されるといったことにちょっとつながるかなと運転手さんごめんなさい。で、あとですね、この車そのボディデザインがねすごく評価されている車で、でも乗るとねそのボディデザインからその影響を受けていないっていうのかな、美しいんですけれども悪影響がない、つまり開放感とか見晴らしの部分でねそんな悪さを感じないといったところがいいですね。余談になりますけど乗降性もいいです。降りるのも楽々ですね。じゃあこんな感じでね、続いて自分が運転席に移ってみたいと思います。はい、運転席に移ってきました。でね、ここまでちょっと走ってきて、それで思うこと、全然ねなんかこう普通に運転しやすいです。これごめんなさい、動画的にはもっとこうマツダらしいこだわりがね気になるとか、もうちょっとねこう癖慣れ、そういうのがあるのかなって、あった方がね動画としては面白かったかもしれませんけれども、すいません、ちょっとねこうもう全然そんなことなくて、普通にねルンルンで走れるような車でした。なのでね、ママさんとかがこの車の形に惹かれて買って、そんなね車にお詳しくない方でもね違和感感じないんじゃないかと、そのくらいまで思っています。マツダというとねその車作りのこだわりがすごいこうアピールされてますし、あと10人中ね1人か2人が気に入ってくれればいいみたいなこともねこう大きく言ってますので、もうちょっとねなんかあるのかなっていう気もしたんですけれども、全然そんなことないです。走りやすいとか走りにくいとか、もうすごいねマニアックな部分は別動画でちょっとね述べたいと思ってますので、そっちもよろしくお願いします。で、あとね乗り心地です。乗り心地ね、リアサスペンションよりねこうちょっとサスペンションが前は動くような感じで、より柔らかさを感じますね。リアはどっちかというとフラット感で、でも衝撃がないみたいな感じだったんですね。で、フロントはなんか普通にこう、重厚感のある SUV らしいこう落ち着きと柔らかさっていうのかな、ストロークの長さとかもね感じますしね。さあそれでね、やっぱり思うのはこのドライバーによって快適性をコントロールできるっていうところがねこの車あるんじゃないかと。例えばね、左前輪でこういうマンホールとか段差を踏んだとして、このくらいのサイズの車になってくるとそこのタイヤのとこだけでね、一輪で衝撃を吸収、そこで収めてくれるんですけれども、そういう点で見てね、例えばこれが小さい車ですと一輪だけ段差を踏んでもこれ全体に衝撃伝わってきますし、あとハンドルにもね伝わってきたりします。でやっぱりねこのくらいの車になってきますと、一輪でね収束するのはもう結構当然で、あとね
特にこの CX5 は四輪がねバラバラに動いている感じが強い。なのでコントロールできる領域がね大きいです。乗員が多い時にはどのタイヤで段差を踏もうかってところをまず考えまして、あとねサスペンションの伸び縮みと衝撃の関係。サスペンションって伸びてる途中に段差を踏むと衝撃が弱くて、縮んでる途中で段差を踏むと衝撃が強くなります。なのでそこのコントロールですね。どのタイヤで踏むか、どのサスペンションを伸ばすかといったところで結構ねこれが面白いんですね。一番頭使うのは、コーナー入っていくとこでいくつか段差が見えるとき、そういう時ってねブレーキ踏んで前縮めて、後ろ伸びてきて、でハンドル切ればその外側にね重みが乗ってきて外側が縮む。でどこでハンドル切ってどうアクセルを踏んで、ハンドルを戻して、それでねそのサスペンションの伸び縮みと段差の位置関係をね考えながら、ちょっと今これもね左に寄って避けますけれども、これがね面白いです。この辺ねゲームとかと本当一緒だと思うんですよね。目の前に敵がバーン出てきて、おし壁だ階段だ上に登ってショットガン撃つぞってフォートナイトの話なんですけれども、そういうのと同じようにねその場その場で自分の持てる技量を生かしていかに快適に走っていくか。結構ねこの辺り考えながら走るのって運転が楽しくなって運転好きになったりするね一つのポイントじゃないかと思います。でそうですね、このCX5 乗ってちょっとねいいところばっかり感じていて、もうそればっかり特に欠点とか付け加えることないんですけれども、あえて言うとね燃費ごめんなさい、燃費とそれからね今言ったドライバーによってねちょっと差が出るのかなといったところでね感じています。ではあと最後にちょっとボディデザインについてね述べさせてください。まずねこの車見て思うのはシンプルでねすごい美しいと思います。すいません、これ自分が勝手に思うだけですので、こんなこと感じる人もねいるのかなぐらいで見ていただければと思います。で本当ねコテコテした形ではなくてシンプルに美しいところがね、なんかかっこいいというよりも美しいという言葉が一番的確じゃないかと、そんな印象です。自分たちデザインと名前がつく仕事ですとか、あとそういった会社をやってきてまして、でこういうのね生み出そうとすると、なかなか難しいです。もう一回できちゃうとね多くの方に支持してもらえるんですけれども、それ難しくて、どっちかっていうとねコテコテさせて手数多くしていく方がすごいって言ってもらいやすくてね、高級ラインにも乗せやすい、そういうところはありまして、やっぱり思うところがあります。で自分一番好きなのはフロントマスクなのでねちょっと寄ってみます。まずこのヘッドライトなんですけれども、キリッとしててねかっこいいですよね。ちょっと前進みますね。グリルのあたり見てみます。であとね立体感があって凝ってるなと思うのが、このグリルと、フロントグリルとボンネットの関係です。ボンネットが前まで飛び出てまして、ここね立体感があって、あと遠目に見るとね伸びやかさっていうところにもねつながりますしね。ボンネット、フロントグリル、ヘッドライト、それからあとメッキのガーニッシュとフロントバンパー、この辺りがね表現している立体感、素敵だと思います。ではあとサイドに回ってみます。で横に回ってみると分かるのが、ドアのパネルとかの形状、膨らみとくぼみでそのコントラストっていうのかな、立体感を表現していてね、この辺りがやっぱり高級感につながるんでしょうかね。C ピラーのあたり、ボンネットから C ピラーのあたり、この前と後ろはねちょっとプレスラインが見受けられます。であとシルエット的にはね、自分でしたらもうちょっと長さがあった方がいいかなと思うので、そういう向きにはCX8 ですかね、8の方、あっちは長さがあってね伸びやかさがあるので、この塊感とか SUV らしさが強いこの5とね CX5 と、お好みに合わせて選べるといったようなね感じになっているのかと。であとねこの CX5 のデザイン見てると、フォーマルにも使いやすいなんていう表現をね多々目にしました。でこれねどうでもいいですし、意味ちょっと分かんない言葉で、でも20歳の頃のね自分に聞かせられるとしたらねちょっと話したいことがあります。それね昔父親と渋谷のね結婚式場に行ったことがあります。
で、うちの父親ね、どこ行くのも親父の車、運転も親父、それからご飯も親父。で、ほとんどね、普段家にいなくて、でも、たまのね、そういう特別な時には父親顔をしたくなる。そんな昭和とかね、平成初期の、もうそういう親父でして。でも、その時はね、うちのアパートに来て、おし、お前の車で行くぞっていきなり言い出したんですね。で、と思ったんですけれども、その意味はね、言ったら分かりました。渋谷行って、地下のね、何階かのところに案内されて、で、普段ね、東京で働いてた自分も見たことのないような広い駐車場で余裕あって、床は白、壁も真っ白、それから警備員さんいて、かっこいい車だらけ。で、そこから降りてくるのはね、スーツで襟付きのシャツを着たね、人たちで、それでみんなで式場まで歩くわけですから。なんかその時はね、多くの人にいいともらえる車っていいんだろうなっていうのはね、ちょっと思いました。で、自分普段はね、マニュアル車が好きな方で、見た目とかほんと無頓着です。走りがね、好きでしたら、もう見た目何でもいいといったタイプなんですけれども、その時ちょっと思ったのと、あと CX5 でしたらね、忙しいとか言わずに積極的にそういう場面顔を出して、で、二次会行ってお酒飲んで、で、お泊まりして、次の日はね、そのままデート行っちゃうみたいな、なんか妄想です。すいません。ということでね、一旦失礼します。乗った瞬間から数時間、ここで受けた印象はこのような感じでした。最後ね、ボディデザインについて触れたのは、見た目で選んじゃっても問題ないよ的なね、メッセージを含んでいます。このあたりはっきり言っちゃうのは無責任ですので、お察しいただければと。あえて言えば、女性の方でしたら振り込んだ時のハンドルの重さと運転席からの見切りくらいはチェックされた方がよろしいかと思いますが、それぐらいかと思いました。それでこうしたね、企画を始めたわけですから、もうちょっとなんか独特な癖とかね、こだわりを期待してた部分もありまして、すいません、松田ですから。でもそうじゃなくて、乗った瞬間から普通に乗りやすくて、拍子抜けって言ったらね、怒られちゃいそうですが、あーって感じでした。快適性とかね、もう普通以上に快適。それ以上のね、乗り心地を感じさせてくれましたし、特筆すべき的なね、ごめんなさい、もうテンション上がっちゃっててね、独特の乗り味などは感じられませんでした。そのテンション上がっちゃうぐらいに良かったなっていうのがね、今これ作ってる段階でも思い出します。CX5 は現在マツダで最も売れているそうですから、それに合わせたキャラクターに進化特化しているのかなと、そうもね思いました。では動画は以上です。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。